2つ購入したはずが、なぜか4つ届きました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、皆さん、珍奇してますか。はい、ということでですね、今回はビザールプランツのお話です。本当にこのね、珍奇植物楽しいですよね。なんていうかこうね、なかなかこう普段目にしないようなこう奇妙な形で、なんかね、こう愛着が湧いてくるんですよね。なんとも言えないこの可愛らしさ、そしてコレクション性も相まって、いやもう本当にね、沼が深いこの、珍奇植物という趣味なんですが、皆さんはこれどこで買っておられますでしょうか。実は私ですね、もうほとんどがヤフオクオークションです。はい。メルカリとかのフリマアプリで買うこともなきにしもあらずなんですが、もうほぼほぼね、ヤフオクで私は購入しています。例えば今映っているこのグラキリスさん、パキポディウムグラキリスですよね。こちらもヤフオクでベアルート株ということでね、根っこがない状態の株をヤフオークションで購入しました。で、値段的にはかなり安くて、これ多分1万円台だったと思います。で、あとはこちらギラウミニアナですね。ユーフォルビアのギラウミニアナさん、こちらもですね、同じくヤフオクで購入しておりまして、これも確か1万円ちょっとぐらい。はい。で、ベアルート株ということで購入をしました。で、そこからね、無事を発根してくれて、はい、今のところですね、非常に順調に成長、大きくなってきてくれていると、そういう状況です。中でもこのアガベですよね。これ私100株以上アガベ今所持しておりまして、もうアガベのほとんど、ほぼほぼ私ヤフオクで購入したものになっております。で、今回のお話なんですが、やっぱりね、このヤフーオークションとか、フリマアプリ含めて非常にね、安いんですよね。はい、やっぱり先ほどのね、グラキリスなんかでも、これ店舗でベアルートで買っても、あのサイズだとね、多分、安くても3万ぐらいは、いや、3万でも安いかな、はい、ぐらいね、やっぱりしてくるんですよね。この前私ね、ガーデンズ梅北さんの店舗を訪れて、で、紹介動画作らせてもらったと思うんですけど、あれもね、私アガベとか買わずですね、結局鉢だけ買ったんですよね。それぐらいね、やっぱり値段もなかなか手を出しづらいというところもありますので、今回はですね、ヤフオクで、はい、購入する、メリットとか、あるいはね、注意点、みたいなものを私の実体験含めて今回はお話をさせていただこうと思います。で、ちょっと話はね、脱線してしまうかもしれませんが、今ね、映ってるアガベ、またね、ちょっとアガベ買っちゃったんですよね。で、これ、今回実験をちょっとしてみたくて、これ何かと言いますと、水槽の中につけると、発根すると。いうことを、これもね、動画にさせてもらったんですけど、ちょっとこれも実験含めて、生態がいない、水槽、これで、発酵するかどうか、で、買ったものをすぐね、その中に水槽に入れるとどうかっていう実験をしております。で、これはですね、実験結果、まだそんなに株数多くないので、なんとも言えないんですけど、買った直後を水槽の中にドボンすると。しかも生態がいない水槽の中に入れると、今のところね、発根があんまりしてないんですよね。実験って言ってもね、まだ4株ぐらいしかやってないので、ちょっとこれはね、まだ何とも言えないかなと思いますが、またね、この辺の実験っていうのは今後も続けていこうと思っております。はい。で、ちょっとね、私も買いすぎて、もう本当に置き場がね、なくて困ってるんですよ。はい。ということで、再度買ってきました。ヤフオクで。はい。ということでね、置き場所ないにもかかわらず買ってしまうっていうね。いや、もう本当に計画性なくなりますよね。何なんですかね、これ。どうしてもね、置き場所ないのに買ってしまう。そして、無理やり置き場所をね、作るために、はい、今、リセットしております。はい、これもう本当にね、だいぶ放置しすぎた45センチの超ロー水槽になります。もうね、ほとんど植物もなくなってしまいまして、水替えとかはね、相変わらずやってたんですけど、いや、もうちょっとね、さすがにこれは、放置しても仕方がないっていうことで、ここをね、新たに置き場として今、リセットをしております。はい、ってことで、ちょっと話がね、それましたので、元に戻します。
今回ね、ヤフオクの、良さとかデメリットについてなんですが、良さはね、やっぱり値段ですよ。もう本当に相場の、2分の1とか、3分の1とか、下手したらね、もっと安く手に入れることも、やっぱオークションなので、あり得るんですよね。で個人的にはね、もう私結構もうヤフオクでいろんな植物、いろんな出品者さんから競り落として、はい購入しておりますので、この方いいなとかね、結構、私の中ではあるんですよね。で、これをね、言葉で言ってしまうと、ちょっとね、ご迷惑をおかけするっていうことも、ありえますので、それはね、控えさせてもらおうと思っております。もしね、気になる方いらっしゃいましたら、DM とかいただけたら、ご相談には乗ろうかなと思いますが、ちょっとその辺はね、今回は動画内では控えさせていただこうとは思っております。実店舗もね、やっぱりメリットありまして、状態がね、自分の目で確認できるっていうのが、一番、それと気に入った植物を自分の目で見てお迎えするっていうね、その良さもきっとある。私あんまりほとんど経験ないので、あんまりそこはね、語れないかなと思いますが、実際に自分の目で見れるっていうのは、きっと大きいんでしょうね。でちなみにこれ、私ね、これ、アガベの吉祥館錦、私が初めて買ったアガベで、これね、ホームセンターで買ったんですよ。で、もともとめちゃくちゃ状態悪かったんですが、今もうね、こんなに元気に立派に成長してくれました。いや、こういうのはですね、なんて言うんでしょう、実店舗で、状態見て、状態ね、悪かったんですよ。で、めちゃくちゃ安くて、安売りされてたアガベで、そういうのをね、購入したっていう経験も、あるっちゃあります。はい、ただやっぱりヤフオク安いです。これね、今回私購入したのがパキポディウムグラキリス。これサイズ的にはどうでしょうか。私の手のひらよりも、ちょっとちっちゃい。枝ぶりもね、入れるともう少し大きくなると思いますが、それでだいたい1万5000円ぐらい。はい。いや安いですよね。で、一応これ発根管理でね、カットして、植えていくということになるんですが、ちょっとこれ私ね、トラブりました。はい。ここでね、ヤフオクとかの注意点になります。これ私がね、実体験で、今まさに現在進行形で、トラブった話なんですが、これ実は私ね、同じぐらいのサイズのパキポディウムグラキリス、2株購入したんですよ。で、箱を開けてみたら、1株しか入ってませんでした。そんなことあるって思うじゃないですか。あるんですよ。ヤフオクとかだとね、ありえるんですよね。で、これね、いや、実は出品者さんが、いい方なんですよ。本当にめちゃくちゃ良くて、結果的に良かったんですけど、間違ってね、別の方にもう1株送ってしまったようなんです。いや、これちょっとね、私初めての経験で、そんなことあると思いながらね、いや、このね、出品者さん、本当にね、めちゃくちゃ大量出品されておりまして、やっぱり梱包作業とかで、別のね、型の箱の中に入れてしまったり、これはね、人がやることなので、やっぱ起こりうるんですよね。で、これはやっぱり実店舗で購入するとこういうことって、ないじゃないですか。基本的に自分で買って持ち帰るんで、これがね、やっぱ配送とか、特にこのヤフーオークションとか、こういうのはね、ありえます。はい、で今回私これねトラブルなかったんですけど、別にビカクシダ買った時とか配送のねダメージってめっちゃあった株があって、結果それね枯れてしまったんですよ。でやっぱりこういうトラブル、配送の際のミストラブルっていうのはこれどうしても起こってくるので、それに関する保証っていうのはこれしてくれる方、いい出品者の方はしてくれたりするんですが、基本的にね義務ちょっと難しいですね、この辺。実際、ヤフーオークション側が、運営サイトが何かしてくれるっていうことは基本ないので、こういうトラブルっていうのは、これね、あり得るとは思っといた方がいいと思います。はい。で、実際私これね、配送トラブルにあったグラキリスさんどうなったかっていうことなんですけど、ですね、一応届きました。はい。新たに発送ね、していただいて、要は、これ他の方に間違って発送して、そこからね、取り戻していただいて、また新たに私の方に、状態確認した上で、大丈夫ということで発送していただいたんですよね。で、私もね、やっぱり新鮮な株っていうのをできる限り、オークションでも見極めようとして、購入してますので、できる限り早くね、手に入れたい。で早く発根管理したいっていう思いは当然ありますよね。
はい、だから正直ね、その出品者の方からすいません、間違って別の方に配送しましたって来た時に、いや、おいおいおいと思ったんですよ。いや、ちょっと待ってくれよと。いや、もうこっちスタンバってね、もう新鮮な株をすぐに発行管理してやろうってね、スタンバってたのに、ちょっとそれ、いや、どうなんすかってね、正直心の中では思ったんです。まあでもその出品者の方もしっかり丁寧にね、ご対応いただいて、まあその状況をね、逐一ご説明していただいて、予定とかも本当に細かく教えていただいたので、まあ私はね、まあ安心して、一応いただけることになったんでね、良かったなと思ったんです。はい。で、これ株をね、確認してるんですけど、状態めちゃくちゃ良さそうです。はい。特にね、こう数日、まあ、プラスで、日にちはかかっているわけなんですけど、まあ、思ってたクオリティといいますか、新鮮さでしたので、まあ、そこはね、良かったかなと思います。しっかりね、重みもありましたし、根っこ付近とかでね、こう鎖とかも、まあ、見られないので、まあ、これはね、状態良かったなと思います。特にこのパキポディウムは、やっぱり新鮮さ大事ですよね。何よりも、それがね、一番発根確率高める、まあ、秘訣といいますか、やっぱり新鮮な株を手に入れるっていうところですからね。はい、まあ仕方がないんでね、まあ、こればっかりはでね、ちょっとこれね、違和感私あったんですよ。この株のサイズに対して箱めっちゃでかいんですよ。いや、これで、まさかと思ったんですけど、お詫びの品をね、入れますっていう風に言ってはって、まあなんか種とかかなと思ったんですけど、これちょっと皆さん見てください、私ね。ちょっと今、たまげてます。はい。もうこの感じで大体お分かりだと思うんですけどね、配送間違いをされて、そして後から株を送ってきていただいて、でそれになんと、お詫びの品ということでグラキリスさん入ってました。いいのこれ。いやちょっとこれこんなある、そんなこと。いや、もう私ね、別にそんなん求めてないし、言ってないし、そんな圧かけるような言い方全然してないですよ、私もね。うん、でも、パキポディウムグラキリス、別で、まあまあな大きさの入ってるんですよ。どういうこと？いや、いいの、ほんまに。これ結構値段しますよ。しかもね、皆さん、もう一つなんか包みが入ってますよね。これ、はい。ちょっと信じられないことが今起こってるんですけど、これたったね、実は3日ぐらいです、遅れて届いた。いや、4日間かな。結局4日ぐらい遅れて届いたっていうことなんですけど、まあ、4日遅れで、届くはずの株が届かず、別の人のところに行って、先に1個届いて、でもう1個別のやつ、4日遅れて届いて、しかもその中にね、パキポディウムグラキリス、まあまあでかいの1個入ってて、さらにね、さらに、なんともう1株入っておりました。やばない？いや、ちょっとお詫びの品なんこれ。お詫びしすぎてない？ちょっと、これ、どういうこと？もうなんか、お詫びのレベル超えてるやん。いや、もうなんか土下座しすぎて、もうね、地中に、もう頭めり込んでるって、もうなんかよう分からへんけどもね、もうすごないこれ。こんな出品者さんおる？いやー、だってね、いや、ほんでこれね、ちょっと今気づいたんですよ、これ。なんか張り付いとるんですよ、ここ。なんかの種も3袋ぐらい入ってました。いや、もう、参りました。こんなお詫び、反則やん、もう。もうね、好きになってしまいますよね、こんなんされたら。いや、もうほんまに、いや、こんなこと、あるんですね。いやー、ちょっともうね、私、この出品者の方のね、お名前もうここで叫びたい。好きやぞーってね。いや、もうめちゃくちゃ叫びたいぐらいなんですけども、ちょっとごめんなさい。これはね、皆さん遠慮しておきます。はい。いやー、でもね、こんなに丁寧に対応されると、いや、もうまた買おうかなってなりますよね。まあ、だからこういう出品者さんもいるんですけど、これでもね、まあ、正直ね、こう黙っててわざわざ報告せずに間違って送りましたなんか言わずに、
もう発送送らしたらよかったんですよ、もともと。そしたらね、こんなお詫びの品とか送らんでもよかったわけでしょう。いや、そういうことされる方もきっといるんですよ。でもそれをしない。こういうね、当たりの方もいらっしゃいます。確かに。でもね、中にはこう騙してやろうとかね、こう意図せず騙すっていうかね、勘違いみたいなのもきっとあるんですよ。これね、私、だいぶ初期に購入した白芸として買ったアガベなんですけど、これ見てください。これ白芸、ピーコッキーやん。これピーコッキーですよね。一時期流行った。はい。とかね。これもね、わざとなのかちょっとどうなんかわからないんですけど、こういうトラブルとか、こう偽物が送られてくるっていうトラブルも正直あったりします。はい、ということで、ヤフオクで私が経験したちょっとトラブルというか珍しいね、これケースだと思いますが、少し自分の経験談をお話しさせていただきました。で、最後に、ヤフオクね、こうやって安くて、いい出品者の方もいらっしゃるっていう意味では、非常にね、これメリットもあると思いますが、注意点もあります。やっぱりできる限り、こういい出品者さんを見つけるっていうのが、まず一番ね、やっぱり大事になるかなと思います。はい、でそのためにはまずやっぱり評価って大事ですよね。ただね、この評価も結構難しくて、こう買われた方の一方的なね、こう悪い評価をするっていう方も中にはいらっしゃるので、これね、なかなか難しいんですよね、見分けるのが。ただ、ほとんど 100% に近い方っていうのは、まず大丈夫かなというところと、あとは豊富に写真を載せている方、これもね、結構大丈夫な可能性高いです。で、あとね、日本人じゃない方っていうのもね、結構中にはね、言い方いらっしゃるんですよ。なかなかね、コミュニケーション、こう、たどたどしい日本語やったりっていうのもあったりするんですけど、これはね、言語の違いでどうこうっていうのはなかなか難しいかな。日本人の方の方がまだ、ちょっと難しいですね。あんまり言うと差別とかになったりするんで、良くないかなと思いますし、私もね、別の国の方から購入して、非常に満足する結果っていうのもたくさんありますので、このあたりはね、一概に言えないかなと思います。で、あとはね、この出品のアカウントたくさん持ってらっしゃる方の中にもね、結構いい方もいらっしゃるんですよ。よくよくね、こういろんなこうお名前書いて出されてる方でも、もう出所一緒みたいな、送られてきたこう出所の住所一緒みたいなこともね、こう言ったらわかるかな、結構あるんですよね。で、その方も私、かなりたくさん購入させてもらってるんですけど、いろんな担当者がもしかしたらね、いろいろこう手を広げて多く、アカウント持ってらっしゃる可能性っていうのもありますので、その辺はですね、なんとも言えない、難しいかなと思います。で、そういうのを見抜いて、この方ってあの方やな、みたいな、あのアカウントと一緒の方やなって見抜けた時の最初の辺に購入した時ってね、めちゃくちゃ安く手に入ったりするんで、やっぱり最初に評価ついてない方って、なかなか怖いじゃないですか。で、そういう方をこう写真の撮り方とか、なんとなくね、こう背景とかで見抜くっていうね、いやー、こういう見抜く力とかがね、ついてくると、なんかね、面白いんですよね。はい、ということで、いろいろこうメリット、デメリット、やっぱり安いっていうメリットはあるんですけど、やっぱりトラブルもあり得るっていうところはね、よく皆さん考えて、購入された方がいいかなと思います。で、私、最後にね、グラキリスさんだと、なるべくね、緑っぽい色っていうのをね、私は結構選んでます。はい、肌がね、緑っぽい方が新鮮に感じるのと、根っこもね、なるべく残っている方が、いろいろこうリセットとかね、しやすいなって思ってますので、その辺の株を私はね、狙うようにしております。はい、ということで今回はビザールプランツのヤフオク購入についてのお話をさせていただきました。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。